アニメーション監督で脚本家の松根正人さんです。松根正人と申します。監督は仕事としては決断すること、毎日決めていく。大変な回ってあるじゃないですか。脚本の段階でリソースコントロールができるんですよ。調整したりすることもあります。アニメの場合は参加するライターとか脚本人は1話の時点からちゃんと参加する。自分が書かない回であっても頭から参加して、現場の熱空気感もそうですけど、テンションみたいなのもちゃんと共有する。できますって言った後に紀ノ国屋に行って本を買ってね、短尺だったらできるだろうって、今考えたらバカの極めなんですけど、短尺ほど難しいことはないんですけど。ああ、そういうことか。クロービチャンネル。皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。今回の黒帯チャンネルは超スペシャルなゲストをお迎えしております。2025年ネクロノミコのコズミックホラーショーの監督を務められたアニメーション監督で脚本家の松根正人さんです。はい、こんにちは。松根正人と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、どうしよう。すごい緊張している。いつもラジオですもんね。そう、動いてますからね。そうですね。昨年末ですね、松根さんがパーソナリティ務められています、ラジオ番組アニメと松根にゲストで呼んでいただきまして、その時になんかコラボしたいねみたいな話になりまして、今回黒帯チャンネルにご出演いただくことになりました。その時の放送はですね、プライマリーフィールドさんの YouTube チャンネルにアーカイブの方をまとめていただいておりますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。割とディープな話を。そうですね。なのでぜひ聞いていただければ。聞いていただければな。ご拝聴いただければ。というわけでね、早速なんですけど、今日はですね、アニメ業界のお仕事について伺っていけたらなと思ってるんですけど、アニメの業界ってゲーム業界と制作の現場、肩並べてお仕事することもたまにあったりする。近いけど、でもお互いお作法違うのかなみたいなので、少し、そうじゃないんですねみたいな。ありますね。距離感あったりっていう文化みたいなとこあると思うんですけど、そのあたりゲーム業界とも比較したりしながら、お話を伺っていきたいと思っております。はい。よろしくお願いいたします。というわけでね、松根さんアニメーション監督されているというところで、ざっくりどういう普段お仕事されているか聞いてもいいですか？そうですね。何かいけないことがあった時、僕は真っ先に謝るという仕事が一番の。それ大事ですよね。そうですね。大事な仕事。誰がケツ持つかみたいなね。全然話違うんですけど、この間 AI の話になって、このまま AI に仕事が変わっていったら、監督は何をするのかっていう話になって、最終的に責任を取って謝るっていう結論になったんですけど。それだけは AI にはできない。任せられない。みんなの的にならないからみたいな話は。謝るっていうのは責任をそうですね。の詳細をっていうのがあるんですけど、仕事としては分かりやすく言うと決断すること、選択肢があって。今回はこういうものを作りたい、こういうところにたどり着きたい、船じゃないですけど、っていう目標をやった後、いろんな選択肢が出てくるわけですね。現場からもそうだし、自分からもそうですけど、選択肢がある中で決断を下さないといけないので、そういった意味では毎日決めていくっていうのが一番大きな仕事なのかなっていうところで、毎日決断して。こういう山の A って山の山頂をみんなで目指すぜってなって、でもそのルートはあいうみたいなこうルートがあって、こっち行ってたらまた3つに分かれてたりとかして、どれで行こうかみたいな。やってると、こっちの山を目指してない時があったりして、これは方向転換しましょうとか。ありますね。大抵後半雨が降るじゃないですか。そうですね。予想外のことがね、起きたりもして、じゃあどうしようか。一回休もうか、期間を延ばすのか、とか、作る内容を変えるのかとか。っていうところが、それも含めて決断だったりするので、そういったところの決めることが一つなのかなと思います。ゲーム会社の開発の現場でいうと多分ディレクターとかに近いんですかね。ディレクターがそういう仕事をして、プロデューサーがディレクターっぽい仕事することもありますけど、大概現場監督はディレクターなので、僕もディレクターやってたことがあるので、大体そういう仕事ですよね。なるべく実作業にかかりきりにならないように広く視野持って困ってる人がいたらヘルプしたりとか。でも監督って言葉ちょっと憧れますね。そうですね。現場で役職で唯一呼ばれる人なんですね。監督になると名前呼ばれなくなるんです。監督って言われる。呼ばれるようになって、音響監督とか撮影監督とかなんとかさんってことがやっぱり多くて、確かに言われてみるとそうかも。監督になった瞬間に名前呼ばれなくなって、監督の時期が終わって別の現場行くと名字で呼ばれるっていう。分かりやすいですよね。監督って呼べばすぐ来てくれる。ゲーム業界監督一人ぐらいしかいないですもん。小島そうですよね。ぐらいしか監督っていう人いないですからね。そう、確かに業界に一人ですね。そうです。業界に一人しかいない監督ですよね。そこも特殊ですよね。でも納得感ありますけど
よね。まるで映画を撮ってるようにお仕事されるので。はい、他には脚本とか絵コンテとかもやられるんですよね。脚本の仕事の場合、別作品の脚本の仕事もあれば、自分の監督作の脚本だったりとか、シリーズ構成と呼ばれる原作がもしある場合、この原作を何巻までやって、何話に分けるかみたいな構成だったりとかもしたりして、あと脚本だと最後まで走る役でもあるので、大変な回ってあるじゃないですか。アクションが盛りだくさんの回とかは、なんとなく脚本の段階でリソースコントロールができるんですよ。あんまり人を出しすぎないとか、っていうことで作業量とかコストを脚本の段階で調整したりすることもあります。脚本って一つの一連の中で、スタッフクレジット見てると5話と6話だけ違ったりとか、いろんな人がやったりするじゃないですか。そういうのって難しいんじゃないかなって。ゲームだとあんまりないですね。全部やっぱ一貫して一人がやることが多いので。そうですよね。映画とかでも基本的に一人でやって、また別の方がサブで作ったこともあるんですけど、アニメの場合って毎週本読みと呼ばれる脚本会議をするんですけど、スピードを求められることもあるっていうところもあって、ローテーションで毎週2名3名ぐらいですかね、順繰りに作っていくというのが多いですかね。僕も脚本書くことあるんですけど、13話のうちの7話だけお願いって言われても、書ける気しないんですよね。それまでの感情移入とか、どんぐらい怒ってんのかなとか、これ書いてないし、6話見てからじゃないと無理だなみたいに。特に6話、7話が前後編で、後編だけお願いしますみたいなパターン辛いですよね。辛いですよね。っていうのもあるので、アニメの場合は基本的には参加するライターとか脚本人は1話の時点からちゃんと参加する。自分が書かない回であっても、頭から参加して、現場の熱空気感もそうですけど、テンションみたいなのもちゃんと共有するっていうのは。まあそうですよね。じゃないと無理ですよね。無理だろうなってずっと今まで疑問に思ってたんですけど、今納得しました。そうですよね。自分の回が来るまでどんな感じなのかなっていう、もちろん脚本も共有されますし、参加するしみたいなことが基本は多いかなと思います。逆にゲームの現場ってムービーシーンだけじゃなくてバトルがあったり、メニュー画面があったり、いろんなシーケンスがあるので、演出家が一貫して全部責任持ってることが大きい現場だと少ないんですよね。全部くっついてみると、ムービー作ってた人はこのボスこんなに弱いのとか、こんなに引っ張って強いみたいな演出かけたけど、弱みたいなこととか、逆とかね、いろんなことがあって、チーム分かれてるとバラバラになっちゃうことが多くて、そういうのが今で言うと話数分けてそれを別の部屋で作っちゃってるみたいな感じがあって問題だなって思うんですけど、全部のことをみんなでちゃんと共有しながら進めないとダメってことですよね。そうですね。途中参加とかいうケースもあるんですけど、大体苦労しますよね。今までどういう感じのテンションで進んできたんだろうっていう共有から始まったりするので、なんで一番最初から参加が良いかなという感じですかね。逆に絵コンテは違うんですよね。1話から12話まで全員違う方で絵コンテを回すっていうこともなきにしもあらずだったりするので、そういった意味ではその話数をどれだけ理解できるかみたいなことが重要になってくる。でも絵コンテは脚本がありきだから、そんなに大きく脱線しちゃうことはないけどっていう感じですかね。逆に言うとさっきお話しした6話前編、7話後編の時がミソなんですよ。この間をつなぐものを知ってるのって監督とか制作進行だったりとか設定の子だけなんで、絵コンテもあんま前後編知らないので、別の方の場合それをどう伝えるかみたいなのも仕事としてあったりしますね。そうか。まあでも監督はあくまで全部を見てるから、同時進行でやってて先に6話より先に7話が上がってきたとしても、それは6話を想像しながら7話をディレクションしていくっていう感じなんですかね。6話のラストと7話で立ち位置が変わっていたりしたら、やばってなって、やっぱりどっちかを直さないといけないっていうので。でもそういう癖もあるじゃないですか。演出家さんの癖で割とこういうアングル好きとか、低いアングルが好きとかね。なのに急に後編になったら高いアングルばっかりになって、おっしゃる通りっていうのがあるので、ある程度コンテマンの癖だったりとか、もう加味しながらコンテを調整していくのが、よく監督がコンテ修正何をしてるのなんて言われることあるんですけれども、粒を揃えること、全12話を見た時に個性はあっていいと思うんですけれども、同じ作品に見えるカメラも含めてっていうのが必要なのかなっていう地味な作業のね連続なんですよ。でもそういうところってなかなかお客さんから見えない部分ですけど、すごい大事で、それが崩れるとあれってことありますもんね。実際他の作品見てもここできっとスタッフが変わったなみたいなの分かる瞬間あるじゃないですか。あります。
いろんな監督いらっしゃると思うんで、これ見てる方とかが知ってる監督って宮崎監督とか安野監督とか、ああいう割と監督とかね、そうですね、自分のクリエイティブかっていう人が割と有名な監督で多いと思うんですけど、松根さんってどういうタイプの監督さんなんですか？どういうタイプ？プランはもちろん監督として作るんですけれども、みんな普段やりたいことって結構あるはずなんですよね。演出家さんとか撮影監督もそうだし、美術もそうなんですけど、普段やりたいこととか試してみたいことっていっぱいあると思っていて、もちろん原作がある場合は原作の魅力を最大に引き出すっていうのは大事なんですけど、その前提のもとにちょっとみんながやりたかったけどやれなかったねっていうちょっとしたチャレンジを絶対入れるようにはしていて、それをなんかやらないと手癖で作れちゃうじゃないですか。だんだんマンネリ化していっちゃうところが刺激も含めてですけど、スタッフの力を最大限引き出すためにやりたいことないみたいな、その現場のモチベーションのために、それがでも作品のためになればよりいいじゃないですか。そうですね。作品に紐づいた作風だったりとか、絵柄だったり、撮影方法も含めて、その中でスタッフがやりたいことってないみたいなことを普段から聞いたりして、そういえばあの人これやりたいって言ってたなみたいなことを思い出して、今度これチャレンジしてみませんかみたいなところは少しずつですけどやるようには、ここ数年ですけどね、やっとできるようになったっていうの。それまでもアニメ作るの必死ですよね。完成させるのに必死で、アニメの現場っていつも時間ない感じあるはずなんですけどね。ゲームもそうかもしれないんですけど、みんなマラソンに例えるじゃないですか。ちょっと違うと思ってて、短距離走が繰り返されるような気がしているんですよ、割と。長い目で見るとマラソンに見えるんですけど、結構瞬発力が必要。そうですね。ダッシュしてはーはーはー、ダッシュしてはーはーって次の給水所みたいなところまで全力で走りますよね。確かにそうですね。そういうとこあるかもしれない。みんなのモチベーションみたいな話って、お話伺ってて思い出したのが、僕が初めてディレクターになった時に、僕の部下が全員僕より年上だったんですよ。ディレクターの先輩に、ディレクターって何すればいいんですか聞いていったんですよ、飲みに行って。現場の能力を 100%、できれば 110%、120% 出すのがいいディレクターだと思うよ。そのためにどうしたらいいんですかって言ったら、やっぱりみんなのことを見て、何をやりたいのかとかをうまく引き出してあげて、みんながニコニコ機嫌よく最後までプロジェクト走り切ったら、とりあえず成功って言っていいんじゃないみたいなこと言われて、僕はどっちかっていうと、宮崎監督みたいな、ぐいぐいみんな本気かみたいな、そういう感じかなってちょっと想像してたので、違うんだと思って、柔らかくやるように努めてたんですけど、本当にちゃんと見て、心の余裕持って、この人こういうことやりたいんだなを引き出せるようになって最近になってきてかもしれないですね。人を見るってすごく難しいなって思っているので、全然でしたね。もう目も見れないみたいな最初。そうですよね。同じスタッフで続けることの大事さっていうのもあると思うんですよね。一方で新陳代謝というか新しいスタッフとか環境も大事なんですけど、そのバランス感みたいなものも意識し始めているかもしれないですね。あと厳しい話だけど、いつでも全員にニコニコしていられるわけじゃなくて、この人は切らないとプロジェクトのためにまずいなっていう決断もあるじゃないですか。そうですね。締め切りだったりね。締め切りだとか、そういうところもね、全体見ながら、ある程度、ジャッジをね。そういう厳しさもディレクター、監督にはありますね。こんなに真面目でいいんですか？こんな真面目。結構ね、この番組は真面目な話すること多くて、特にね、お仕事話シリーズ結構人気がありまして、ゲーム好きな方がたくさん見てるんですけど、ゲーム業界のうまい話とか。ゲーム大好きなんで。そうそうそう。都市伝説解体センターの。前、ラジオかなんかでお話ししたかと思うんですよ。もともとね、ゲーム業界を目指してたので。ね、おっしゃられてました。アニメーションの話いろいろ伺ってきたんです。話変わりまして。松根さん、僕と同い年なんですよね。そうです。多分同じ学年ですよね。そうです。で、先日ね、ラジオでお会いした時も話に触れたんですけど、放送に載ってたか記憶にないんですけど、僕たちって就職超氷河期世代、経済でも失われた30年とかいろいろ言われますが、調子良かった時代の名残が微妙に5個上とか10個上の先輩とかはバブリーな気配を残してるけど、僕ら何のメリットももらわなかったっていう格好の世代じゃないですか。松根さんが同じ世代で頑張ってるクリエイター見ると、お前もよくここまで生きてたなみたいな気持ちになるみたいなことをおっしゃってて、その感覚すごいわかるなと思って、その話したくて今日お呼びしたみたいなとこあるんですけど、僕らの世代って割と笑顔の裏に反骨心とか、我々の世代特有の独特の空気感あるなと思ってまして、そんなわけでね、せっかくなので氷河期時代を生き抜いたクリエイタートークしてみたいと思います。いいですね。
台本にあまり深刻になりすぎないとか。そう。これがいいですね。そうですね。まず、思い出しながらで、就職ってどんな感じだったんですか、松根さん。就職はですね、ゲーム業界を調べてたり、本当にしてたんですね。その後に、自分の大学の時の研究室の先生以外の先生の授業を受けた時、ものすごい面白かったんですね。今でも覚えてる。ウルトラセブンのエピソードを一つ見て、その感想をまとめてこいみたいな。そこでセブンなんですね。セブンなんですよ。セブン結構難解なのが多いですね。難解なエピソードがあって、その感想を書きなさいみたいな授業があって、この先生面白いなっていう話でいろいろお話ししたりとか、一緒にご飯行ったりとかしてて、そしたらある日、働いてみませんかって言われて、働くって言って、その先生、建築家の先生だったんですけど、デザイナーなんですね、もともと。UI デザイナー。当時だから結構走りだった。UI の専門家ってあんまりいなかった時代ですよね。今は割と専門職そうですね。UI とか UX とか、もちろんゲームでもメジャーな分野になってますけど、当時って家電だったりとか、タッチパネルとか、まだまだ走りの時代だったし、医療機器とかですかね、は絶対人がミスすることができないから、そういったところから始まってみたいなところもあったりするんですけど、そのデザイン事務所に勤めてたことがあったので、ご紹介いただいて、学生の頃からそこで働いてたんですよ。そう、京都で働いてて。縁っていうか。そうですね、ご縁いただいて、フォトショップもそんなまともに触ったことないのに、頑張って、これがレイヤーかみたいな。お手伝いですよね、最初から入って、デザインとはなんぞやみたいなところから、グラフィックとかももちろんデザイン作ってたんですけど、それよりは、ただひたすら設計思想。見た目の部分というよりは工業デザインに近かったので、ソニーとか松下の仕事もしていたので、その家電の UI とはなんぞやとか、人の人間心理としてどういう動きをするからこのボタンが必要だみたいなことから学んで、意外と面白いなと思ったんですよ。その話が。そう。グラフィックとかかっこいいって思うじゃないですか。10代、20代なんて。超かっこいい。VJ 的なものを作ってやるぜみたいなの流行ってましたけど、意外と設計の話が腑に落ちて、ちゃんと学んでみたんですよ。ただ面白くてっていうのが最初の就職で、そのままデザイン業界に入って、しばらくずっと仕事をしててって感じですかね。デザインがじゃあスタートだったんですね。スタート位置がそうだったんですよ。でもそこから結構アニメって遠い。ちょっと遠いです。ちょっと遠いとか結構遠いですよね。めちゃくちゃ遠いんですけど、デザイン事務所に行って働いて UI の仕事をしてました。その後、UI のデザイン以外の仕事もしてみようといったことがあり、ウェブデザインが流行り始めて。はいはいはい。僕もちょっとかじってました。お花盛りと言いますか。花盛り。ウェブページ、当時ホームページになって言ってましたけど、台頭してきて、それが必要らしいといった時代があったので、ウェブの仕事もしてみたいといったことで、ウェブとかグラフィックの仕事の事務所に移り、しばらく仕事をしてたんですけど、その後、体をちょっと壊しちゃいまして、あるあるなんですけど、一人で仕事しないと生きていけないということで、フリーランスで仕事をしばらくしてたんですよ。ウェブは結構しやすいんじゃないですか？しやすいんですよ。ウェブだったり、まだ CD とかアルバムデザインとか多かった時代ですから、そういうジャケット周りの仕事とかをしていた時に、とあるアルバムですね、CD のアルバムのお仕事が来て、ランティスさんなんですけど、ランティスさん、有名業界に近づいてきたぞ。ちょっと近づいてきましたよね。で、ランティスさんの仕事、アーティストのデザインをやりました。合わせて PV、プロモーションビデオのアニメーションを作りますということになってて、その中の 2D デザインと呼ばれるもの、共通なんで作ってくださいよって言われて 2D デザインを作っていました。でそしたら、そのお仕事やってる方が都合でふっていなくなっちゃって、あってなって、その時にプロデューサーやってた方が、アニメできるよねって言われて、できるわけないじゃないですか。それちなみにいくつぐらいの頃ですか？20代後半ぐらいだったと思うんで、そこで転機があって。20代後半だったら、ややできなくても、できますとかっていうことあるじゃないですか。できますって言った後に、新宿の紀ノ国屋に行って、本を買ってね、コンテとはみたいなとか、撮影とはみたいな、短尺だったらできるだろうって、今考えたらバカの極めなんですけど、短尺ほど難しいことはないんですけど、そういうことか。短い1分半とかじゃないですか、ショートバージョンとかできると思って、初めてのがきっかけで、ちなみにその声をかけてくださったのが、今、東京リベンジャーズとか、野に剣心作ってらっしゃる、ライデンフィルムの里見さんという代表ですね。それがご縁で。じゃあすごい、縁もあり、やってみたら面白かったとか、
ができるみたいなのがあったんですかね。服部さんもよくそんな声かけたなと思うんですけど、何かあったんですかね。やっぱり何かできそうっていう感覚があったんじゃないですかね。こいつイエスって言うぞみたいな。言うぞって。今の立場になると若手の育て方みたいなところにも通じるんですけど、ある程度無茶ぶりされて、振ってる方は半分ができないかなと思いながらも、そういうチャンスをあげるって大人の大事な役割なのかなっていうふうに思うこと最近多いですね。どうせ5割失敗するなって思ったから振らないんじゃなくて、振ってリカバリーの仕方を学ばせるとか、一回ちょっと怪我させるぐらいのね。致命傷じゃなければ、むしろ怪我とかって学びのきっかけだったりするので、怪我しないとやっぱり学ばないですね。そうですね。この辺最近言い方難しいですけど。そうですね。強く言い過ぎるとあれですけど、ただそのための小さな怪我って大事だなと思うし、強くなるんで、割となんかそんなに失うものもないとは思う。ギリギリ20代だからっていうのもあるけど、そういうのもあって飛び込んじゃえっていうのはあったと思うんですよね。でも良かったと結果的には思ってますね。それで入られてずっとアニメを。そうですね。だから最初クレジットに出てないような OVA の仕事とか、あと当時漫画の特装版にアニメとかついてきませんでした。DVD とかアニメか短いやつとか、そう短いシリーズとかのお仕事を最初にやってでも結構クオリティ高くしなきゃいけないじゃないですか。ああいうやつって短いけどなんですよ。とかを最初やってて、アニメのお金出してくれる人の形みたいなのも結構変わってきてるじゃないですか。その頃ってまだテレビ局、そうですね。まあだし制作委員会としても座組テレビ局がまだまだ強かったりしたし、その後もパチスロとか結構強い時期、その頃僕ロード・オブ・バーミリオンのアニメやった時の制作委員会、フィールズさんとか、そういうパチ工業会さんが入られてて、それで盛り上がった時期があり、だんだん最近サブスクとかの方も入ってきてみたいな感じで、まだまだ DVD の売り上げがあった時代、確かに、配信があまりなかったから、DVD とかブルーレイもとんでもない価格だったりする。ありましたね。学生時代これ誰が買うんだろうとか思ってたけど、昔の PC ゲームじゃないけど、なんだこの値段はみたいな。ゲーム業界ってゲーム会社があってお金出すのゲーム会社だったりするから、そういう面では安定してますけど、アニメってスポンサーが変わっていくから、そうですね、結構そこで状況変わっていったりするんですかね。でもその意味では今制作会社が IP を作る側に回るだったりとか IP を持つ時代になってきてるので、そういった意味では今までってスタジオって受注する側だったんですけど、これからどんどん企画する側に回っていくっていう意味では、ちょっとずつ作り方も結構変わっていってるし、ものを作る人クリエイター発信の企画っていうのもどんどん生まれてきている時代。スタジオがそうやって IP 持つようになれば、立場も強くなりますもんね。そうですね。この IP をうちで作ったんですよってなれば、それを貸してくださいっていう人が周りから来るような感じですし、それをもとに安定したスタジオの運営もできて、運営ができるとさらに新しいことにも挑戦できるっていうのは、そういった意味ではゲーム業界とちょっと近しくなってる側面もあるのかもしれませんね。確かにそうかもしれないですね。今まで下請けっていうか受注される側だったんですけど、やっぱ IP って強いなと思って、掘り起こしもできるじゃないですか、過去の。そうですね。いいものを作っておけば掘り起こしってあったりするので大事だなと思います。氷河期の話に戻るんですけど、僕ら人数少ない世代、ゲーム業界でもすごい少ないんですよ。僕の同期は15人とかぐらいだったんですけど、その10個上ぐらいの人たちって200人なんですね。すごい。僕らって入る門が狭すぎて、そこキュッて入ってきたやつだけが残るみたいな感じだったんで、結構入った時から上の世代全員追い落として俺が先にトップ立ってやるみたいな気持ちだったんですけど、僕らの世代の戦い方って生き抜くためにこんなことやってきたぜだったり心がけてますみたいな。上の世代が作り上げてきたものってものすごく強固だし、安定感があるものであるんですけども、一方でそれってさっきのテク製の話にもなるんですけど、テク製で作れちゃうものだったりはするし、時代が変わっても作れちゃうこととも言えると、そういう意味では少しずつアップデートしていくっていうのは意識はしていて、ちょっとずつ時代についていけないシステムって出てくるじゃないですか、どんなものにでも。それを見つけたりするのはとても考えてはいたりしますね。それをやらないと力技でものが作れてしまうっていう危うさを感じるので、成功体験が1個あって、それをあとコピーしていけばみたいなんじゃなくて、毎回やるごとに少しずつ改善したりしていかないと、1回だけだと気づかないけど、それが20回繰り返されたらすごい歴然とした差がついてるみたいな。そうですね。大革命とかは僕狙ってなくてというか、無理な世代だったと思うんですよ、自分たちの世代って。もう強固な文明が築かれているからっていう意味で、そういった意味ではちょっとず
ずつ改善点を見つけていくっていうのは戦い方の一つだったのかなっていう。僕らの世代って運命を築いた人たちがまだ現役で活躍されてて、その人たちに便利に使われちゃう世代だったような気がするんですね。割と器用な人が多いから、そういう意味では僕らの世代って、アシスタント監督ぐらいのポジションでずっと行っちゃう人って多いのかなって思ってて、その中で監督とか全体率いていくところに行くのってどういう努力だったんですか？上の人を強度しませんよ。いやそんなことは全くなくて、でも上の世代も下の世代も含めてなんですけど、何かしらやっぱり学ぶことって多いと思っていて、下の世代って上の世代ももちろんなんですけど、やっぱ下の世代って言いたいけど言えないみたいなものがいっぱいあると思うんですね。提案したいけど提案できないっていう意味で、なるべく吸い上げやすいというか、話しやすい環境、言いやすいよ。松江さんだって話しやすそうだもん。怖くないよって、髪こんな色だけど怖くないよ。いつもチッとか言いながらやってると、若い子も怖いな、今機嫌悪そうだなみたいになっちゃうから、損ですよね、長い目で見ると。だし、自分も声をかけづらい人っていっぱいいたから、話しかけやすい人には雑談するじゃないですか。こういうのやりたいんですけどとか、最近見たものでもゲームでも何でもいいんですけど、そこら辺から特にものづくりって余談大事じゃないですか。確かにそうですね。余談が大事ですね。スケジュール組んだこの10の工数から面白いものって生まれなくて、昼飯食ってる時とか、そういう時の周辺にあるものから、みたいなアイデアが浮かんだりっていうのはありますもんね。ありますね。てかむしろそっちの方が大事まであるかもしれない。そうなんですよ。だからなるべくその時間ができたり作れたりするのはいいのかなとは思っていて、そのバランスですかね。真面目すぎてもダメだし。真面目に話しちゃってますけどね。そう、ダメ。この間ラジオに伺った時に、僕にインプットとかアウトプットの話、インタビューしていただいたので、逆にお聞きしたいなと思うんですけど、もう40代じゃないですか。やっぱり若い人のエネルギーとかクリエイティブとかに、単純に比較じゃないからあれなんですけど、もっと元気があったのになみたいな、自分のモチベーションの維持の仕方とか、インプットアウトプットも含めて、40代クリエイターの生存戦略っていうか、なんかありますかっていう、これはただ聞きたいっていうだけなんですけど。経験値、値もそうだし、知る方もそうですけど、もう本当たまりきってるとは思うんですよ、40代って。だし、技術なんて、日々鍛錬すれば積んでいけるものなんですけど、一方で忘れつつあるものって一個だけあって、楽しい。楽しいって意外と後ろに回されがちだったりするんですよね。特に自分のことだとっていうのがあるので、楽しいをみんなと共有する。だし、若い子もそうなんですけど、楽しいことってあるってで、たまに聞いてて、それ楽しいって思うことがあるんですよ。10代、20代。わからんみたいなこともあるんですけど、よくよく聞いてみると、そこが面白いんだみたいなポイントも見えてくるので、あんまり先入観置かずに面白いって何みたいなことを面白がるというか、好奇心がだんだん落ちていくので、新しいことを始めるのエイヤが重い、右足が重い、オーケー足みたいになるんですけど、それを自分きっかけでもいいんですけど、誰かをある意味きっかけにして興味を探すっていうのをてこにしてとか、おすすめのものよく聞くんですけど、おすすめの映画あるとか、おすすめの漫画あるとかは聞いてちゃんと見るっていうのはよくしてます。素晴らしい。さっきの話にもちょっとつながるんですけど、僕らの世代ってそういう生存戦略でやってきて、一回成功しちゃった僕らの1世代上の人たちって、ある意味ね、そこで完成しちゃって20代前半ぐらいで、お客さんは俺のこういうところを求めてるからみたいな、カチッて決まっちゃって、あんまりそこをずらせなくなっちゃってる人が身動き取りにくいんだろうな、大変そうだなって思ってたところ、僕らって割と今期のアニメも見て、新しいゲームもやって、そっちにめっちゃ影響されたものを作っても別にいいし、それがいいと思うんだったらどんどん取り入れてって、どんどん自分の血肉にしていくってところに関しては、20代で固定されて、あまりにもすごい強烈な成功体験とかなかったからこそ、未だにぐにゃぐにゃしていられるっていうところは、いいことなんだろうなっていう気が今してますね。いい意味で流動性があるっていうところで、アニメとかでも声優陣とかって結構主人公の呪いみたいなのもあって、キャラがついてしまうとか、イメージがついてしまうって、それはそれで仕事が来るんですけど、狭まっちゃうんですよね、ジャンルがね。そういった意味で狭めない戦略かもしれない。確かに、ロード・オブ・バーミリオンっていうカードゲームやってた時に、700人ぐらいスカイマっていうカードのキャラクターがいて、700人声優さん使うんですけど、金役で10個とかやってもらうってなると、イケメンばっかりやってるとかいう声優さんが、僕このおじさんやりたいんだよねみたいな言ってきて、できるの？だって君の今までのやつ全部イケメンじゃんみたいな。いや、できるんですって、今やってみせますとか言って、ダメだったら使わなくていいからとか言って、結構僕にアピールしてくる人が多かったんですよ。私ヤンデレもできます。アイドル声優さんとかだと可愛いキャラだけって来てて、実はお姉さんもできるのにとか、おばあちゃんも実はできるのにやらせてくんないんですみたいな。
じゃあ700キャラもいるからうん1人ぐらいあの人がこれみたいな、うんうんうん、それこそねドラゴンのモンスターの叫び声みたいなやつをイケメン声優さんにやってもらったりとかすることもあったりとかして、でもそれってそこで声優さんがうわーって来るっていうのはみんなも芸の幅も広げたいし、これもやってるんだっていうね、作品例として出したいんだろうなと思って、そうですよね、幅が広がりますし、今おっしゃった通りその人の可能性というか道を一つ増やしたりとかあって、ディレクションだったり大事なところなのかなっていうのはあるので、意外な役ってあるじゃないですか、は大事だなと。だからやっぱり呪いですよね、一個成功しちゃった呪いが僕らの上の世代の人は持っちゃってて、あの人なんとかの何さん、そうですね、ロールプレイングゲームといえばとか、その人格闘ゲーム作りたくなっても作れないじゃないですか、もう作りにくいっていうところがあるので、そういった意味で絞らないっていうのは一つ、そうですね、生存戦略の確かに、いや言語化されました。なんとなくそうかなと思ってたんですけどやっぱそうですね、ありがとうございます。というわけで楽しくお話を伺っていたら、あっという間にお時間が来てしまいました。お互いね苦労してここまで来ましたね。そうですね、これからどういうことやりたいとかまだ着手してなくても全然いいんですけど、目標とかあったりされるんですか？後進の教育っていうのも大事だとは思うんですけど、実践に勝る教育はないので、先ほど繰り返しになっちゃうんですけど、現場で少しずつ挑戦できる仕組み作りだったり、作品作りの中に教育が組み込まれるのが一番かなと思うので、その作り方の作り方みたいなのをちょっと変えていければっていうのが中長期的なお話かなとは思いますので、変わらず地味ではあるんですけど、そういったものは。いやでもそれが業界を支えていきますよ、ね。やっぱりどうしよう、また真面目な話しちゃったわとか言って飲むと楽しいお兄さんなんですけど、今楽しくないって言ってるわけじゃなくてねというわけでね、今日本当にありがとうございました。これからも体にお互い気をつけて楽しいものを作っていきましょう。というわけで最後にですね、松井さんから何か告知などございましたらお願いします。はい、最新の監督作であるネクロノミコのコズミックホラーショーが現在各種配信サイトで好評配信中です。サイゲームスとスタジオ5組のタッグが送る新作のオリジナルのアニメーションになってまして、クトゥルフ神話みんな大好き。これをね見てる方は TRPG の人が多いので、クトゥルフはもう 99% みんな分かってると思います。じゃあもうクトゥルフ神話は説明しなくていいんですね。しなくていいです。よかったよかった。クトゥルフ神話をモチーフにした、VR ゲームの世界を舞台とした人類と邪神のデスゲーム、お話になってますので、ぜひぜひこれを機会にご覧になってみてください。それから先ほどのお話にも上がりましたけれども、アニメ業界で働く人々を深掘りしていくラジオ番組アニメと松根、毎週水曜日に FM 彦根、そしてネットでも好評放送中です。アニメ業界のことが実にふんわり理解できる。でもゲストいろんな方がいらっしゃるから、全然アニメじゃない方もね結構いらっしゃるから、んで、ゲームの話とかも結構多いんですよね。アニメだっつってんのに。時田さんも来てました。そうなんですよ。時田さんもいらっしゃってくれて、ときめいたんですけど。なんでいろんなジャンルのものづくりのことが知れる番組なので、ぜひ聞いていただければ幸いです。情報に関しては私の X カウントにございますので、フォローしていただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。概要欄にリンクを貼っておきます。お願いします。松根さんありがとうございました。はい、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございます。またぜひぜひぜひ、定期的にいらしてください。また真面目な話したり、次は夫婦真面目な話するので、飲みながらとかでも全然放送できるので、ぜひお願いします。楽しかったです。はい、ありがとうございます。というわけで、黒帯チャンネルはゲーム業界の話やゲームの作り方などゲームに関するいろんな話題をお届けするチャンネルです。面白かったという場合は高評価、チャンネル登録をお願いします。また、こんなテーマを聞いてみたいなどリクエストがございましたらコメント欄にお願いします。ではまた次回をお楽しみに。さようなら。さようなら。